海がウサハナ王国といえば青い海なのに海がない。そうなんだよね。ある日いつもより砂浜が広いなーって思ったらどんどん水が減ってって、それからずっとこんな感じ。文字通り海がごっそり消えちゃってるね。これじゃあ海っていうより砂漠だよ。サナーの国の人たちみんな海が大好きじゃん。めちゃくちゃ悲しんでるんじゃない？海がこれじゃ今日もサーフィンは無理か。もう新しい遊びを考えようか。砂滑りとか。そうだな、干上がっちゃったならしょうがないもんな。だよな、しょうがないもんな。ポジティブ。なんていうかすごく前向きなんだな。くよくよしないっていうか。ウサハナ王国はね、土地柄天気が荒れることが多くて、よく家の屋根が飛んでっちゃったり、畑が海の水でびしょびしょになっちゃったりするんだ。屋根が大変じゃないか。でもそういう土地なんだよ。お天気と喧嘩したって仕方ないっしょ。自然と一緒に生きてるんだからしょうがないこともある。これがウサハナ王国流の生き方、考え方なんだよね。へえ。本当にみんなおおらかだよね。何があってもまあいいかって感じ。なはは、そうなんだよね。気にしてもしょうがないことは気にしない。それよりハッピーを見つけてシェアしようっていうのが花ちゃんのスタイルだからさ。サナーさん、あちらの皆さんは何をしていらっしゃるのでしょうか。とても大掛かりな工事をしているようですが。わ、本当だ。なんかでっかいもの作ってる。うん、あれはフェスティバルの準備だよ。ウサハナ王国名物ハピハナフェスティバル。フェスティバルですか。確か円卓会議の時海が干上がったことでそのフェスティバルが中止になりそうだとおっしゃっていませんでしたか。なはは、そうだったんだけどみんなで話し合ってやっぱやろうってなったみたい。フェスティバルの目玉はサーフィン大会なんじゃなかった？サーフィンってできるの？だよね、この海で。聞いてみる？おーい、ちょっと来てくれる？サナーだ。みんな、サナーが帰ってきてるよ。ほんとだ、円卓会議に行ってたんだよな。いつの間にかちゃんとフラガリアやってるんだな。なはは。おかえり、サナー。あ、リミチャさん、また遊びに来てくれたんだ。来たよー。っていやいや、今回はお仕事だから。この僕がお仕事。旅って人を成長させるんだね。他にもお客さんだよ。こっちの2人はわかるよね。以前の円卓会議でお邪魔しましたね。その説はお世話になりました。あったかく迎えてくれたこと覚えてるよ。いやいや、光栄です。で、こちらのお二人は？サナーくんの新しいお友達です。俺はハローキティ王国のフラガリアハルリットだ。よろしく。噂のキティ王国の？この国は初めてですよね。今ちょっと海がないんですけど楽しんでいってください。俺がちゃんと案内するよ。花ちゃんの国を好きになってもらえるように。本当に頼もしく育ったね。あのね、フェスティバルのことを聞いてもいい？目玉はサーフィン大会なんだよね。この海だと難しいんじゃないかなって。そうなんだよ。だから別の目玉をみんなで考えてるとこ。ご当地グルメ大会、宝探し大会、サンドアート大会。アイデアが出過ぎちゃって困ってるんだよな。ねえ。なるほど。ふん。フラガリアメモリーズ。屋根があるとちょっと涼しいね。僕、干物になるところだった。すごい日差しだもんな。俺サナの服装に納得がいったよ。お土産屋に
こういうシャツいっぱい売ってるよ。ハルリットも1枚どう？うん、俺に似合うかな。あのさ、プルース、お先にどうぞ。いや、俺はメロルドの言葉を聞いてみたいな。じゃあ遠慮なく。この国にはシーズが現れる要素がないと思わない？シーズが現れる要素っていうと、プリン王国で話したあれだよな。シーズはこれまでみんなの大事なものを奪ってるように見えた。でもそれは単に人々を不安に陥れるためではない。大事なものをなくす悲しさを味わわなくて済むように、いずれ失う不安に震えなくて済むように先回りして消しているのではでしたね。それ僕が思いついたってだけの話だからね。違うかもしれないからね。うん、鋭い考察だと思うよ、リミちゃん。もっと自信持って。そうプルースさんもメロルドと同じことを言おうと？うん。今回のシーズはウサハナ王国の海を消した。つまりウサハナ王国の人たちが海を失う悲しさや不安を味わわないようにってことになる。ああ、そうか。それはおかしいね。おかしい。だってウサハナ王国の人たちは亡くなったら亡くなったでしょうがないかって考えるもんね。だよね。つまりこの国にはシーズが好みそうな不安の種がない。じゃあシーズは一体どうしてこの国の海を狙ったんだ？どうしてだろう。現状手がかりらしい手がかりはありませんし、今は考えるより動くべきかもしれません。つまり手分けして情報を集めるんです。聞き込みですね。ついに来た労働のお時間。でもサナーの国のためだし僕頑張るよ。ただしこのオレンジシャーベットを食べきってからね。そんなに急いで食べたらお腹を壊しますよ。俺サナーと一緒に行っていいかな？一人だと迷いそうで。もちろん一緒に行こう。結構聞き回ったな。もう日が暮れてきた。でもシーズらしきものを見た人は一人もいない。シーズ隠れるのうますぎない？見つけないことには浄化もできないのに。これシーズとか全然関係なくて、最近のお天気ですってことないよね？天気の影響で海が消えるなんてことはあるのか？さすがにないか。だよね。ないよね。どうしたんだ？さっきも言ったよね。お天気と喧嘩したって仕方ないって。俺たちは自然と一緒に生きてるからさ。天気のせいなら仕方ないかって俺も笑ってられる。何かが壊れちゃったりなくなっちゃったりしても笑ってられる。サナ？でもシーズがやったって話ならちょっと違うよね。シーズのせいなら俺は干上がっちゃったならしょうがないなんて思えないよ。あの海はウサハナ王国のみんなの誇りで、俺は花ちゃんのフラガリアだから。そうだよな。俺もしょうがないとは思いたくないよ。まあそうは言ってもシーズ自体わけわかんないし、やっぱしょうがないのかもね。サナー、ハルリット。リミチャとロマリシュだ。お疲れ様です、ハルリットさん、サナーさん。くたびれた。僕すっごい働いたよ。誰か褒めて。すごい。偉い。それほどでも。本当にそれほどでもなくて、
全然情報集まらなかったんだ。ごめん。手分けしたエリアをくまなく歩き回りましたが、シーズの目撃情報にもシーズに狙われそうな不安を抱えた方にも出会えませんでした。気にしないでよ。俺たちも同じだからね、ハルリット。ああ、こっちも収穫ゼロだ。でもどうしてだろう。どこかにいるはずだよな。海がなくなったら嫌だって思ってる人が。だよね。っていうかリミちゃん、何持ってるの？これはね、シールセット。聞き込みに寄ったお店で見つけたんだ。かわいいでしょ。隅っこに埋もれてたのを発掘したの。で、ちゃんとお仕事もしてたからね。信じて。信じてるよ。サナーさんがフラガリアを務める国なだけあって、どのお店もカラフルな雑貨がたくさんありました。このシール、何の絵なんだろう。珍しい生き物かな。精霊様とおっしゃっていたと思います。この土地の守り神のようなものでしょうか。精霊様は海の神様だよ。海のどこかにいてウサハナ王国を。精霊様、精霊様。どうしたの、サナ？俺ちょっとお城に行ってくる。僕も行っていい？いいよ。俺たちも行こう、ロマニシュ。ええ。よいしょっと。確かこの書庫のどっかで見たんだよ。どこだったかな。これじゃない。おっきな書庫だね。かくれんぼできそう。なあサナ、絵を探してるって言ってたよな。どんな絵なんだ？巻物？本？タペストリーとか？昔一度見たってことしか覚えてない。そんな。私はあちらの棚から順に探します。おや？やっほー、お邪魔します。メロルド、プルースも。町の人がサナーがものすごい勢いでお城に向かっていくのを見たって教えてくれてね。そちらの守備はいかがでした？点でダメってこんな言い方はおかしいか。シーズの気配がないのは国にとってはいいことだものね。でもさ、実際海は干上がってるわけじゃない。シーズの手がかりもないんじゃ手の打ちようがないよ。その手がかりを今探してるところなんだ。手がかりってどんな？絵なんだって。王国に伝わる昔話が書かれてるらしいよ。例えばこの壁の絵みたいな。あ、サナ、あそこの壁探してる絵ってあれじゃないのか。あった、あれだよ。本を取り出したおかげで隠れていた絵が見えるようになったのですね。精霊様がサナーさんの熱意に応えてくれたのでしょうか。メロルドもお手柄。どのみち誰かが見つけたでしょ。で、これに手がかりが書かれてるの？見たところ海の物語みたいだけど。これは海の精霊様の物語なんだ。昔々精霊様と人は一緒に暮らしてた。精霊様は海の水を増やしたり減らしたりしてウサハナ王国の人々を助けたり逆に困らせたりしてきた。海の水を増やしたり減らしたり。そんなことできちゃうの？精霊様ってすごくない？だけど俺たちも魔法を使える。精霊も人も本当は同じような存在なのかもしれない。そんな伝承はいろんな土地に残ってるよ。へえ。王国が大きくなって人や物が増えると精霊様と人は自然と離れていった。それからも王国の人たちは
お祈りやお供えをして精霊様にいつも笑っていてもらおうとした。この絵がその伝承を表しているのですね。ここに書いてある光の玉みたいなのが精霊様かな。シールだと動物と人の子を混ぜたような姿だけど。精霊様の姿は誰も知らないからさ、想像で描くしかないんだよね。なはは。だけどその精霊様がシーズとどう関係するんだ？精霊様は海の神様、海を守るものなんだ。ウサハナ王国の中をどれだけ探しても海がなくなったらって不安がってる人はいなかったよね。じゃあ人じゃなければ？不安を抱いてるのは精霊様ってことか。ありえるかもしれないね。でも精霊様って言い伝えなんじゃないの？本当にいるの？なはは。いるとされてるんだけど。ちょっと。伝承には伝えるに至った理由がある。小さな子にもわかるよう単純で突飛な話にされがちだけど、案外実話が元になってるものだよ。ということは精霊様がどこかに実在しても僕は驚かないな。シーズと関係してるかどうかは別として。うん、俺も同感。なんかロマン感じてきた。精霊様にはどうしたらお会いできるのでしょう。サナさん、お住まいの場所はわかるのですか？それがこの絵に書いてあるんだよ。言い伝えでは精霊様は海の楽園ってとこに住んでるんだ。入り口は隠されていて生き方を知らないと会えない。場所はね、ちょっとそこの地図くれる？はい。ありがとう。岬を国王の左の耳とし、鼻に当たる島を。なるほど。宝探しみたいだ。こういうゲームやったことあるよ。燃えるよね。両の瞳を結び、右の耳に。ちょっとそこの物差し取ってくれる？はいよ。わかった。精霊様がいるのはね、ここ。おお、海の上の何もない場所に見えるけど。海の中ってこと？それも結構沖合。っていうか海の底みたい。海の楽園は海底の洞窟だって書いてある。こりゃ誰も会ったことがないわけだよね。そんなところどうやって行くのさ。なはは。いや、いけるかもよ。今の状況を忘れてるんじゃない？サナ、海が干上がったのはどの辺まで？この地図で言うと多分この辺。海の楽園のあたりまで干上がってる。つまりそう、今だからこそ歩いていけるんだよ。この海底の洞窟に。おお。よし、早速明日行ってみようか。海の楽園に。ここが海の楽園。なんと美しい場所でしょう。こんなところが海底にあるとは。リミちゃん、目を覚まして。滑りやすいから転んじゃうよ。ごめん。明け方から歩き通しでしたからね。よくここで寝られるな。入った瞬間から空気が違うっていうか、身が引き締まる感覚があるのに。精霊様のいる場所っていうのもうなずけるね。はい、すみません。何かある。祠みたいな。すごく古そう。崩れちゃってるね。嫌な感じだ。ロマリッシュ下がって。ロマリシュ、大丈夫か？何これ？シーズ？じゃないっぽいけど。精霊様だ。サナ、ここは危なそうだ。一度出よう。待って、何か言ってる。
ダメだ、聞き取れない。精霊様、俺は花ちゃんのフラガリアのサナ。聞こえますか？さっきよりすごいの来た。